2020年9月14日にネイチャーアストロノミーで発表された金星大気中にホスフィンを観測したとする論文は、去年発表された惑星科学の論文の中で最も注目を浴びた論文の一つと言えるでしょう。ホスフィンは地球では生物活動に関連が深く、さらに論文で報告された金星大気中でのホスフィンの存在量が大気中の化学反応や外部からの供給量を上回るものだったので、金星大気中の生命の存在にすら言及する衝撃的な報告となりました。惑星科学チャンネルにおいても、論文発表のおよそ1ヶ月後に解説動画を公開し、金星ホスフィン論文が火星メタンのように、学会を二分する大論争を巻き起こす可能性があることに言及しました。あれからおよそ4ヶ月。事態は大きく動き始めています。金星ホスフィン論文に対して、他の研究チームから4本の反対論文が発表され、元論文の著者らが観測結果を大きく下方修正する異例の状況となっているのです。こういった事態の重大性を鑑みて、金星ホスフィン論文の何が争点となっているのか、改めて現在の状況をまとめてみたいと思います。金星ホスフィン論文に対して最初の独立な検証論文が投稿されたのが9月30日です。元々の論文では、ミリ波の電波望遠鏡を用いて、ホスフィンの吸収を報告していましたが、この検証論文では、ホスフィンの吸収線が豊富に存在する近赤外の波長帯のデータを解析しました。元論文では、ジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡 JCMT とアルマ望遠鏡が使われましたが、この論文では、ハワイにある NASA 赤外望遠鏡施設の観測データを使っているため、観測装置が異なる点もポイントです。しかし解析の結果、ホスフィンは検出されませんでした。著者らはスペクトルのノイズレベルから、ホスフィンの濃度上限を最大でも 5ppb と見積もりました。この数値は、元論文で報告された 20ppb という数値の4分の1しかありません。この検証論文の共著者には、元々のホスフィン論文の著者らも何人か含まれているため、元論文に対して強く反対するというような論調にはなっていませんが、別の望遠鏡で、別の波長で見ても検出できなかったというのは、金星ホスフィン論文に対して一抹の暗雲を投げかけるものとなりました。次の検証論文は10月19日に投稿されました。今度はオランダのグループが、元論文で使われたものと同じアルマ望遠鏡のデータを独自に解析しました。こちらの図はアルマのスペクトルを示しています。左上がホスフィンの吸収線が存在する周波数で、他の5つはその周辺の周波数領域です。生データには機器由来のノイズが多く含まれるため、フィッティングによってノイズを取り除き、スペクトルのベースラインを決定します。オランダのグループは、元論文と同様に、12時の多項式関数によるフィッティングを行いました。生データからフィッティング関数を引いたシグナルがこちらの図です。ホスフィンの吸収線が10シグマ以上の強度で現れましたが、一方で、ホスフィン以外の周波数にも人工的な偽のシグナルが現れたのです。そこでオランダのグループは、ベースラインのフィッティングをより定時の多項式関数で行ったところ、ホスフィンの吸収は検出されず、機器のノイズレベルと同程度となりました。このことからオランダのグループは、元論文では機器のノイズを除去するためにオーバーフィッティングをしており、それによって偽のシグナルを検出してしまったのではないかと報告しています。3番目の検証論文は10月21日にネイチャーアストロノミーに投稿されました。金星大気中にホスフィンはないという真っ向から反論するタイトルとなっています。この論文では主に3つの点で反論を行っています。まず、元論文で検出されたホスフィンの吸収線のすぐ近くには、金星大気中に豊富に存在する二酸化硫黄の吸収線も存在します。2つのガスの吸収線は極めて近接しているため、アルマや JCMT の波長分解能では分離することができません。そのため、ホスフィンだと思っていた吸収線は、実は二酸化硫黄によるコンタミであるというのが第一の指摘です。次に、オランダのグループによる反論と同様に、こちらのチームも、スペクトルのノイズを除去するフィッティング方法に問題があり、人工的な偽のシグナルを生んでしまった可能性を指摘しています。そして、ホスフィンが存在すると報告されたコードがおかしいことも指摘しています。一般的に、気体の吸収線の幅は、圧力が高くなるにつれて広がる性質を持つため、この性質を利用して、検出されたガスのおおよそのコードを推定することができます。この論文の著者らは、仮にアルマのデータがホスフィンの存在を示していたとしても、その高さは高度 70km 以上になるはずであり、元論文の光化学モデルでは、高さ 70km 以上には
ホスフィンがほとんど存在しないことから、金星ホスフィン論文には重大な矛盾があると指摘しています。最後に紹介する検証論文は、10月28日に投稿されたイギリスの研究者の論文です。この論文では、特に JCMT のデータを独立に再解析しており、これまでに発表された検証論文と同様に、元論文で報告されたホスフィンのシグナルは、オーバーフィッティングによって生成された偽のシグナルであると結論付けています。それでは、これらの検証論文に対して、元論文の著者らはどのように反論しているのでしょうか。まず、JCMT で観測されたホスフィンのシグナルが SO2 の吸収であるという指摘に対しては、吸収線の幅が SO2 の吸収線よりも広いことから、SO2 ではないと反論しています。アルマのデータに関しては、解析方法を見直した結果、SN5 で1から 4ppb のホスフィンを検出できたと反論しています。当初の論文では、SN15 で 20ppb のホスフィンを検出したと報告していたので、それと比較すると、大幅に濃度が下方修正されたことになりますが、それでも、ホスフィンは存在するという主張です。観測値と光化学モデルが予言するホスフィンの存在高度が異なることについては、そもそも、ホスフィンの吸収線のパラメータに不定性があることと、ちゃんとした光化学モデルをまだ報告できていないことから、将来の検討課題としているようです。これら、ネイチャーアストロノミーに投稿されている元論文の著者らの反論は、現在、第2ラウンドの査読まで進んでおり、近日中に受理されると予想されます。以上をまとめると、金星ホスフィン論文に対して、特に、データの解析手法に多くの疑念が寄せられている状況と言えます。元論文の著者らは、一つ一つ丁寧に反論している印象ですが、すべてを反論しきれているわけではなく、まだまだ決着には時間がかかりそうな印象です。また、望遠鏡の検出限界ギリギリのレベルの話になっており、人によって解析の流儀が違うことで異なる結果が得られたりと、状況はまだ錯綜しています。現時点では、これまでに得られたデータのアーカイブを使って論争が行われていますが、今後は地上望遠鏡や宇宙望遠鏡、さらには探査機による観測で新しいデータを得ることが必要となってくるでしょう。実際に APJL で2020年に発表された論文では、金星大気中の生命検出を目的とした気球ミッションも提案されています。今後の展開に注目していきましょう。それではご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。